不動産屋さんの怪談です。これは現在福岡市にお住まいの女性、仮名ですが中野さんからいただいたお話です。中野さんは4歳から19歳まで同じ実家で過ごしていました。その実家は借家で、敷地内に大家さんの家もありました。その大家さんは地元の地主で、その広い敷地内にある大家さんの家の庭は池や灯籠などがある立派な日本庭園だったそうです。その日本庭園を挟んだ先に中野さん家族が住む借家が建っていたそうで、それは昔の木造の平屋でした。中野さんはその借家の実家での体験で、霊感というものが人間には備わっていることを知ったそうです。つまりそれだけおかしなことが多い家だったということです。中野さんのその借家の数メートル先には JR の線路があり、夜も貨物列車などが走っていました。ある晩、小学生の中野さんが深夜ふと目が覚めた時、貨物列車が家の前を通り過ぎたところでした。すると突然、タタタタタタと全速力で誰かが走ってくる足音が聞こえたそうです。そして家の玄関ドアの真ん前で、その足音はピタッと止まりました。でもそれがおかしいのは子供だった中野さんでも分かりました。道路に面した家の門を開けた音は一切しなかったのです。それから少し経ったある日、中野さんは一人で家の座敷で昼寝をしていました。すると突然、ストンと金縛りになり、それと同時に彼女の周りに数人の人が現れて、ぐるぐる回り出したそうです。得体の知れない彼らが畳をぐるぐる回ることによって、畳がベコベコに浮かんで揺れていき、中野さんは車酔いのように気分が悪くなりました。ただ金縛りが解けると、誰もいない元の部屋に戻っていたそうです。その後も中野さんの借家に絡む恐ろしい体験は続き、中でも私が印象深かったエピソードが2つありました。10代の頃、学校の帰りにおかしな中学生に駅からつけられ、その中学生は家の敷地内まで入ってきて、借家の外壁の高さ3メーターぐらいのところから浮いた状態で顔を覗かせていたそうで、明らかに生きている人ではありませんでした。また社会人になった頃、骨董品が好きな中野さんは路上に廃棄されていた昔のダイヤル式黒電話を見つけ、その借家の実家に持ち帰り、自分の部屋に取り付けました。すると夜中突然その黒電話が鳴り出し、びっくりして出てみると、受話器からは男の低い声でお経が流れてきたそうです。これらのエピソードは私の過去の配信、後ろの中学生と拾った黒電話というタイトルの動画で詳しく語っています。それらは中野さんの名前や家の種類を変えていますが、実はこの借家に住んでいた時の体験談なのです。さて話を戻すと、この実家の借家の敷地に大家さんの家もありましたが、その大家さんには娘さんが2人と息子さんが1人いたそうです。2人の娘さんはすでに結婚し家を出ていましたが、息子さんはずっと大家さん宅で暮らしていました。結構な年齢でしたが、その息子さんは精神の病気を患っていたため、常に家にいたのです。そして庭から見える中野さんの家をいつもじーっと見ていました。その視線は中野さんに不吉な念を送っているかのようで怖かったそうです。そしてそれが当たっていたかのように、中野さんが高校生になった頃でした。今でも思い返すと、何に自分はイライラしていたのかわからないそうで、中野さんは誰かと喧嘩がしたい衝動が突然湧き起こってきたのです。そのうち自分はいつ死んでもいいと思うようになっていました。どうしてそんな考えが浮かんだのか、今でもわからないそうです。それはとても危険な精神状態だったそうで、ついに庭にあった縄跳びの紐の端を木に結びつけ、それを首に巻いて自分の首を絞めようと
急に思いつき、そのまま体重をかけて締めていきました。ところがはっと我に返ったそうで、その一瞬の冷静さのおかげで助かったということでした。中野さんはその時本来の自分の感情とはかけ離れていたので、誰かの感情に取りつかれていたのかもしれないと言っていました。結局19歳の時に中野さんは独立してこの実家を出ましたが、その後のことでした。お父様も亡くなり、兄弟も実家を出たので、その借家を引き払うことになったそうです。そこで中野さんが一人で軽トラックを借りて、実家の中の荷物や家具の一部を運び出すことになりました。もう誰も住まない借家は、中はシーンとして薄暗く、中野さんは中に入るのも足がすくんだそうです。するとふとかすかに何かの不吉な気配がしました。中野さんはあまりに怖かったので、すぐ逃げられるように家の中には土足で入り、結局お気に入りのタンス一つだけを運び出すのが精一杯だったそうです。その後、借家の中の掃除に再度行かなくてはならなくなりました。決死の覚悟で家の中に入ると、今回は明らかに何かがいる気配がしました。中野さんは不吉な刺すような視線を感じていたそうです。まずいととっさに思った中野さんは、家の窓という窓を全部開けて玄関も全開にしたのですが、それでもわずか30分も中にいることはできなかったそうです。ささっと適当に片付けてすぐ脱出しました。そして中野さんのおばがたまたまその借家の道路を挟んだ向かいに住んでいたので、そこに逃げ込みました。事情を話すと、そのおばも「あんたの家、私も怖くて数珠をつけてないと入れないのよ」と言ったそうです。それで中野さんは自分だけが感じるのではなく、借家に何かがついているに違いないとその時は思いました。それから数年後のことでした。中野さんはあの借家の向かいに住んでいるおばからこんな後日談を聞きました。中野さん家族が住んでいた借家は、その後大家さんが取り壊して更地にしたそうです。そして大家さんの娘さんたちが住むために家を建てていました。ところがその建築中に大工さんの棟梁が足場から落ちて打ちどころが悪く亡くなってしまったそうです。それからすぐ今度は別の大工さんもその現場で事故死したというのです。そしてその大工さんが連れてきていた犬まで事故に巻き込まれて亡くなってしまいました。結局家は何とか出来上がったのですが、その直後に火災が起きて新築の家は全焼してしまったということでした。中野さんはそれを聞いて全身鳥肌が立ったそうです。あの借家というより借家が建っていた土地がおそらくいわくつきだったのではないかと中野さんは考えました。家を建て替えても誰が住んでも栄えない土地、つまり忌道なのかもしれないと思いました。実は中野さんはあの借家を出てからも何回も借家の悪夢を見ていたのです。玄関を開けるとたくさんの黒い蛇がぎゅうぎゅうに詰まっていて、それが滝のように流れ出てきたり、借家の窓から青白い女の人が不気味にこちらを見ているという怖い夢を見ていたそうです。こういった忌道に住み続けると、それを起点にいろんな妙なことが起きていきますが、その一つ一つは関連がないので、何かがおかしいことにすぐには気がつかないのです。さて、その火災後、借家が建っていた土地は他の人に売却され、また新たに家が建ったそうです。ただ中野さんは怖すぎて近くに行くこともできないそうで、現在新しい人が住んでいることしかわからないということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。